皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、次の参議院選挙において、日本維新の会から関平さんが立候補することを表明しました。日本人帰化一世が選挙に出ることに関して、ネット上では、支持派と反対派の人たちの議論ではなく誹謗中傷なども飛び交っており、この問題に対してどのように考えるべきか、また私自身がどうこの問題に対して手を加えるべきかについて解説していきます。東スポの記事から関平さんの出馬表明についての発表を見ていきましょう。関平氏参院選に維新から正式出馬表明。日本の安全を守っていく大きな使命感。日本維新の会は国会内で会見し、7月の参院選比例代表に評論家の関平氏の擁立を発表した。関平氏は中国出身で、天安門事件をきっかけに母国と決別。日本で中国研究や評論活動を始め、2007年に日本国籍を取得した。中国問題のエキスパートで、保守論人の間では引っ張りだこととなっている。関平氏は、習近平政府が台湾侵攻の危険性があり、もしそういう時代になったら、日本の安全保障にとって戦後最大の危機を迎える。口だけではなく、やってみろということで、中国の脅威に対処し、日本の安全、あるいはアジアの平和を守っていくという大きな使命感があって、政治の場に出ることを決意したと話した。維新の幹事長は、関平さんは日本を愛して、もっともっと良くしなければならない。言論のみで変えることは限界があるという思いに駆られ、プレイヤーとして日本の未来を変えていきたい。そんな熱い思いを持って我々の仲間になっていただくことになったと期待を寄せた。関平さんの出馬に関してはネット上で賛否両論あります。まず関平さん自身が帰化一世の出馬に関しては立候補すべきではないといった意見を以前は述べられていました。ただ先ほどの記事にもあるように関平さん自身が現在の安全保障環境が非常に厳しい状態であり、言論人ではなく国会議員になって自分の考えを少しでも国政に反映したいという思いがあるようです。そして所属する党として維新の会を選んだ理由というのが、こちら YouTube の公式チャンネルで動画として投稿されていました。関平が日本維新の会から国政挑戦の理由、中国の脅威から日本を守るために吉村代表と共に戦っていくと、このように現在の日本維新の会の吉村共同代表との考えの共鳴といったものを挙げて、どこの党から出馬するかに関して日本維新の会を選んだという話をされています。そして関平さんに対する反対派の意見なのですが、帰化一世の立候補は認めないから反対だとする意見が最も多かったそうです。関平さんはこの件に関してそれらのご意見に接して私はむしろ嬉しくなった点がある。私個人に対する否定から反対ではなく、帰化人一世という括りに関しての一般に対する不安から反対しているのだ。この不安にどう応えるかが課題であると述べています。関平さんのこれまでの言論活動は基本的には中国の脅威を訴えるものでしたから、決して親中派の意見ではありません。ただし、選挙に出るからには、どのような国籍の推移があったかについては明らかにすべきでしょうし、また、帰化する際の条件についてももっと厳しくすべきだと私は考えます。例えばこれは東京法務局の帰化についての条件が示されたページです。帰化とは、その国の国籍を有しない者、外国人からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して国家が許可を与えることによってその国の国籍を与える制度です。そして私が問題だなと思うのは帰化の一般的な条件のことです。1、住所条件。帰化の申請をするときまで引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。この5年以上といった点について私はちょっと短いなと思っていて、この期間をもっと長くすることによって帰化した人への風当たりのようなものを和らげることが大事ではないかなと思います。また単純に日本のパスポートの方が世界中に旅行するのに役立つよねといったような形での日本国籍取得や母国の社会保障福祉などが非常に弱いことから日本国籍を有してこちらの方に移った方が自分にとってお得だなといったような制度に対するただ乗りを目指したような人たちに対してこの5年というのはちょっと私には短く思えるのです。私は最低でも今の2倍である10年ぐらいは見た方が良いと思っています。その他の帰化の条件、
3、素行条件。素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮し、通常人を基準として社会通念によって判断されることになります。この素行が善良であることに加えて、私はもうちょっと日本文化に積極的に敬意を払うつもりがあるかどうかなども意思確認を求めるべきだと思っています。例えば、宗教によっては日本各地に存在している神社や仏閣などに対して敵対的な考えが聖典で述べられている人などに関しては、宗教上の理由をもって日本に居住した場合において、従来宗教に対する攻撃的な態度を取ることが正義であるといったような考えを述べる人もいるわけで、それはやはり日本国籍を有するのはちょっと考えを改めるべきだと私は思います。これは6番の憲法遵守条件といったところにもちょっと被ってくるところです。日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような方、あるいはそのような団体を結成したり加入しているような方は帰化が許可されません。これも条件を加えてほしいところがあって、日本政府の主張に賛成できる人というのをやはり最低条件として加えてほしいのです。例えば日本の主張として海外からやってくる人たちに対して考えてほしいのが、北方領土は日本領である。竹島は日本領である。尖閣諸島は日本領である。こういったことに対して意義がある人であれば、それは日本の基本的な考え方に対して意義がある人なわけで、これから日本国籍を取得しようとするならば、その意見のそういったものはやはりもうちょっと考えてほしいものです。そして、現在の被選挙権に関しても、私はもうちょっと書き加えてもらいたいところがあります。そして、被選挙権、立候補する場合に関しての条件についても、機械一世の人たちが立候補することも考えて条件を書き加えることが私は大事だと思っています。例えば、今回立候補するためには日本国民で満30歳以上であることと定められています。これは何歳の時に日本国籍を取得したかというのは全く関係ない状態で、今国籍を有している状態で満30歳以上であれば立候補することができます。しかし、私はこの考え方をちょっと改めてもらって、日本国籍で満30年間といったような形で、今が何歳かではなく、日本国籍を有する状態が何年なのかといったところで、条件を変更してもらいたいと考えています。なんでそこまでわざわざするかといえば、これは帰化の条件が現在の状態だと私には緩く見える上に、国籍を取得して立候補するための年齢に達しさえしていればすぐにでも国政選挙にでも打って出られるというような枠組みは私にはちょっと欠陥が見えるような気がするのです。もちろんこれは人によってはいやいやもう社会経験をたくさん積んでいるんだから日本国籍取得翌月立候補しちゃっていいじゃないかというふうに思われるかもしれません。まず最初に述べておきますが、現時点においては機械一世の人たちが条件を満たしさえしていれば選挙に出ることには何ら障害はありません。そして法律で決められていないのに選挙に出るなといったようなことを言うのはちょっと間違いだと思います。しかし先ほども述べたように私はこの制度それ自体に手を加えるべきだと考えています。帰化の条件をもっと厳しくすべきですし、帰化した上での選挙を出るにあたっても日本国籍を有した年数といったものをもとにして選挙に出るまでの時間といったものをもっと長く見るべきです。そもそも機械一世の人たちが立候補することに関して反対派の人たちは日本国籍の取得条件といったものが緩いではないか、そのような形で特定の国の人たちがどんどんと日本に入ってきて、それらの人たちが続々と日本国籍を取得していけば、それらの人たちの中から国会議員が誕生し、その国会議員がまた国政に影響を与えるようになっていけば、本当に日本人の心を持った状態でその人が活動しているか非常に怪しいといったことを不安に思うわけです。だからこそ選挙における立候補者に対しては国籍の推移については一つ基礎条件として記載すべきだというような意見も出ています。
二重国籍だった人がどちらかの国籍を選んだといった経緯なども書くべきですし、また何歳の時に帰化したのかといった点のも、やはり情報として書いてあれば、もうこのぐらい昔に日本国籍を取得したんだなという人が立候補したのか、それとも選挙直前にいきなり帰化してあっという間に選挙に出てきたんだなといった、そういったその人の人生といったものも見えてくるわけです。ちなみに私が日本国籍を取得してからといった数え方で立候補するまでの年数を見るべきだという話をしたのは、それが日本人自身にとってもそのような規定をされているからです。日本人同士が日本で子供が生まれて、その人が選挙に出るまでに25年間かかるというのであれば、他の国から日本国籍を取得した人も、その時から数えて25年後に選挙に立候補できるといった形で、日本人歴といったもののある程度の考え方を導入するのも、私はおかしな話ではないと思っています。むしろ今のように、年齢だけであなた何歳以上だからといった形で立候補の条件を定めるというのは、ちょっと今の時代に合わないのではないかなと思っています。ちなみに関英さんについての評価なのですが、私自身はいわゆる安全保障問題に対して、特に中国に対しての意見をしっかりと述べている方だと思っているので、関英さん自身に対しての不安は別に感じてはいません。問題なのは今回のような事例をもってして帰化一世の人たちが次々と出てきた場合において、本当にその人が日本を大事に思って活動してくれるのかどうか、続々と中国からの帰化した人たちが出てきた場合においてどうなるかわからないといった不安は拭えない部分があります。前例ができればその前例に倣って次から次と動き出すといったこともありえない話ではないのです。今の帰化制度、そして帰化した直後からの帰化一世の立候補といったものが年齢基準でだけクリアすればあっという間に立候補できるといった状態は、私は必ずしも守るべき社会制度とは思いません。皆さんはこの話題に関してどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。